皆さんこんにちは。今回の動画から年末年始企画ということで3回に分けて2024年の注目になる投資テーマ、例えば AI 関連半導体といったテーマもありますが、今回取り上げるのはそういったざっくりした話題性ではなく、もう少し細かくですね、データ分析を用いて銘柄選別を行っていくと、そういった考え方で東証主導の市場改革、最初は PBR1 倍割れの話から始まりましたが、始まって2年ということで2024年における機関投資家が注目する深いところのデータ、これをご紹介したいわけですね。まず一つ目、PBR を改善するにあたって重要な ROE ですけれども、この基準だけを用いるのでは情弱。東証も言及している株主資本コストについて具体的な内容と銘柄ごとのデータ分析を行いたいと思います。そして次回以降の動画ですけれども、2つ目のテーマは今度株主還元について、主に配当を注目している方多いと思いますが、配当成功あるいは配当利回りの基準だけでは足りない、企業ごとの最適な資本構成というのをテーマとして、そして最後3番目の動画では目先の改善ではなく長期的に株価を向上させる2つの要素。最近では自社株買いを行って目先の PBR を上げる企業が多いですけれども、それは本当に目先だけの効果しかなくて長期投資には向いてないという話も踏まえながら、本当に見ていきたい要素というのをご紹介したいと思います。ということで、まず今回の動画では1つ目の ROE 基準だけでは情弱、資本コストについてお話ししたいと思いますので、ぜひ今回も最後までお付き合いください。まず相場の世界で一般的によく言われる ROE の基準 8% というものがありますけれども、これが何を意味しているのか、東証の PBR1 倍割れの話の本質、当チャンネルでも幾度か申し上げていますが、その本質というのが ROE であるということのおさらいも含めてですね、ご覧いただきたいと思います。まず PBR は何かと言いますと、時価総額割る株主資本ということで、あるいは1株あたりにそれぞれ直すと、株価割る1株あたりの純資産ということになります。この式をですね、2つの要素に分解していきたいわけですけれども、掛け算の式でですね、分母分子、相殺する形ということで、それぞれ株主資本と時価総額を2つの項に分けて、新たに1つの相殺される要素というのを追加したいわけです。何を追加してもいいんですけれども、今回純利益というのを追加することによって、PBR というのは実は ROE×PER に分けられるよと、これは多くの方が目にしたことのあるご存知の内容かと思います。そして掛け算の右側 PER というのは企業が上げる利益に対してマーケットがどのように評価するかという計算式、時価総額割る純利益となっていますので、企業が上げる純利益、多かろうが少なかろうが、それに対するマーケットの株価による評価ということになりますので、企業側からすると PER というのは受動的な指標になります。自ら向上させようというふうにはできないわけですね。一方で掛け算の左側 ROE というのは企業のバランスシート、株主資本、純資産と言われる部分に対していくばくの純利益が上げれるかという指標になりますので、こちらは企業努力で純利益を向上させれば同時に ROE も上がってくる。あるいは目先だけを考えればバランスシート上の株主資本を減らせば指標としては上がってくる。つまり自社株買いを行うことが多いと。そういった昨今の潮流につながるわけです。そして今回問題提起したい内容というのが、この ROE、一般的に8% を超えることが目標とよく言われますけれども、どの企業に対しても一律でこの目標を設定していいのかというのがテーマになってきます。実際に ROE と PBR の関係性というのをプロットしますと、縦軸が PBR、そして横軸 ROE ですけれども、こちらトピックスの各指標を月次でプロットしたものですが、一般的にボーダーと言われる ROE8% のラインがこちら。そこより下回っているところというのは、だいたいPBR が1倍あるいは 1.5 倍のレンジ内にとどまるのに対して ROE8% を超えてくるところ、それより右側というのは PBR が 1.5 倍を超えてくるところがプロットされる。つまり企業の将来性、収益の向上というのがマーケットでも織り込まれるようになってくる。赤の点線、近似曲線ですけれども、PBR1 倍のところからスタートして、徐々に勾配上がってきていますが、やはり ROE が 7% あるいは 8% のあたりで、勾配の角度というのが上がってきている。そこを境に PBR の伸び率が増えてくるということですね。こちらのデータを見ると、ROE8% という
目標設定は根拠がある理にかなったものだというふうに一見見受けられます。ただ指標全体で見たときにはこのようなデータになりますが、それぞれの企業に対して一律 ROE8% でいいのかというのが問題なわけですね。そこで出てくるのが株主資本コストという考え方です。ROE と違って最近耳にしたという方も多いかと思いますので、具体的な例を用いながらご理解いただければと思います。例えばですね、とある銘柄 A 社、こちらの株価に関して株価変動率年率で約 15%、企業自体の利益成長率は3から 5% が平均となっているとします。一方で B 社、こちらに関してはもっと株価の変動性が高く、年率換算 50% のボラティリティ、利益に関しても成長率は 35% と、今年は好調でしたが来年はわからないといったような非常に景気敏感な銘柄だとします。これに対して東証は今 PBR1 倍割れを改善しろとほぼ一律に目標設定している。この PBR1 倍というのは先ほどの分解式で言うと PER12.5 倍の時の ROE8% となりますので、裏を返せば ROE8% を目指すと一律言っているのとほぼ同じです。これの何が問題かと言いますと、我々投資家からすると、A 社、B 社ともに株を買ったとして、A 社の株価から期待するリターンというのと、B 社の株価から期待するリターンというのは当然銘柄ごとに異なってくるわけですね。会社の特性も違えば、株価の変動率というのも乱高下したり安定したりと、それぞれの企業にマッチした目標設定を基準として、それを上回っているのか下回っているのか比較する方が、株主にとっては有益なデータということですね。では、それぞれの銘柄に対して株主がどのようなリターンを期待しているか、相場で一般的に言われる ROE8% という一律の基準に変わる各銘柄の目標値というのをどのように計算するかですね。方法いろいろあるかと思いますが、今回のテーマに即した計算式で言いますと、市場全体、トピックスなどのリターンとリスクフリーレートと言われる日本国債の利回りですね。よく10年が用いられますけれども、この2つに分けて考えることで株主が各企業に期待するリターンのそれぞれの設定ができます。そして左側、市場平均の期待リターンに対して各銘柄の特性値をかけていくことで差別化するわけですが、何をかけるかというとベータ値というもの。このベータ値というのは、例えばトピックスが 1% 上がった時に A 社の株価は 0.8% 動きますよと。どちらかというとディフェンシブな銘柄ですね。一方で B 社に関しては市場全体トピックスが 1% 動いた時に B 社株の銘柄は 1.2% ぐらい動きますよと。こちらは景気敏感株、シクリカルな銘柄ですので、より大きく動きやすい。そういった特性を表すベータ値を掛け算するわけです。この計算式をもって A 社の期待リターン、B 社の期待リターン、一律ではなく、それぞれで目標設定ができて、この右側の計算式によって求められる期待リターンというのが、昨今よく言われるようになった株主資本コストというものの具体的な数値になってきます。ですので、今回はこの株主資本コストを用いて、銘柄ごとに株主が期待するパフォーマンスを上げているのか、あるいは期待外れになっているのかというのをデータ分析行っていきたいと思います。それではこの株主資本コスト、各企業に対する期待リターンに対して、その目標を企業側が超えているのか、いないのか、どのように判断するかというと、エクイティスプレッドというものです。こちらのスライド式が中心ですので、少し難しいなという方は飛ばしていただいて結構ですけれども、エクイティスプレッドの考え方自体は、企業が上げている利益、その指標の ROE に対して、先ほどご紹介した株主資本コスト、これを引くことによって、期待以上あるいは期待以下の企業活動になっているかというのを評価する指標になってきます。このエクイティスプレッドの定義を一旦頭に置いといていただいて、少し話を戻したいと思います。そもそも時価総額、企業が上場している株の取引されている時価をかけることによって全てを合計したものですけれども、これが何を表しているのか、相場でついている株価というのはどのような評価がなされているかという意味合いですけれども、まず一つはですね、株主資本、バランスシート上の母価となる金額ですね。つまり足元、現状で保有している純資産とも言い換えられます。それに加えて、企業活動によって将来的に得られる付加価値、これが加味されて株価が形成される。そして発行済み株式数をかけることによって時価総額になるわけですけれども、この付加価値の部分というのをエクイティスプレッドや株主資本コストを用いて計算式書き換えますと、
どのように表現されるか、分子株主資本×エクイティスプレッドということで、バランスシート上で株主が投資している金額、これに企業が株主の期待以上あるいは以下の収益が上げられている、その差分となるエクイティスプレッドをかけることによって、企業が持っている純資産からどれくらい付加価値が得られるかという計算式になりますね。例えば、株主資本100万円投資されていて、そこから株主の期待するリターン以上に、例えば 2% 利益を上げているとすると、100万円 ×2% で2万円の付加価値が得られているということになります。これを先ほどご紹介した株主資本コストで割り算することによって、投資した金額を企業が得たときに、いくらの企業利益につながるかという式になります。先ほどの例ですと、分子は2万円でしたので、株主が企業に対して期待するリターンが 8% だとすると、付加価値というのは25万円ということになりますね。株主資本は当初100万円と例えましたので、時価総額は125万円というふうに計算されるわけです。少しこんがらがるなという方は、そういうものなのかと流していただければと思います。この式に対して両辺を株主資本で割り算するとどうなるか。左側は時価総額割る株主資本ですね。そして右辺は足し算ですので、それぞれの項に株主資本割り算すると、まず最初に1が立ちます。そして付加価値の部分に関しては、分子で株主資本が掛け算されていますので、割り算で相殺されて残るのはエクイティスプレッド分の株主資本コストと、こんな式変形ができますね。さて、左辺をご覧いただきますと、時価総額割る株主資本。これは何を示しているかと、冒頭で実はご紹介しましたが、PBR そのものです。そうすると PBR イコール1プラス株主資本コスト分のエクイティスプレッドという式。さて、東証は1倍割れは何とかしろと言っているわけですね。ということは、この分数になっている部分がマイナスの銘柄は何とかしろと言われているわけです。株主資本コストというのは先ほどご覧いただいたように株主が企業に対してその銘柄から得られる期待リターンという考え方ですので、当然正の値になりますね。誰も株を買ってマイナスの期待リターンを望む人間などいないはずですので、そうするとこの分子のエクイティスプレッドがプラスになっているか、あるいはマイナスなのか、つまり企業の収益性が株主の期待以上なのか以下なのか、これによって PBR が1倍を超えるのか、あるいは割ってしまうのかというのが左右されてくるわけです。ということで、一番上の式戻っていただいて、この ROE- 株主資本コスト、企業が上げているリターンが株主のその銘柄から期待する株価リターン、これを上回っているかどうか、エクイティスプレッドという定義が非常に大事になってくるわけです。ただ ROE を見て 8% という一律基準で超えているか超えていないか、要するにこの式と同じように表すと ROE-8% がプラスなのか、あるいはマイナスなのかという判断指標ではなく、株主資本コストを用いることで企業各々の評価というのが分かれてくるわけです。そうすると例えば ROE10% 上げている銘柄であっても、その銘柄に対する株主の期待リターンが 12% だとしたら、エクイティスプレッドマイナス 2% ということになるので、一律基準と投資判断が変わってくるわけですね。さて、ここからは具体的な銘柄分析に移っていきたいと思います。まずはどのような作業を行うか。例えばですけれども、ベータの高い銘柄を上から順番に5銘柄並べていますけれども、市場平均1動いた時に各銘柄がどれくらい動くかという数値。このベータ値によって銘柄ごとの株主期待リターンというのが変わってくるわけですが、それと ROE を比較することでエクイティスプレッドが計算されるわけですね。先ほどご紹介した株主資本コストの計算式でベータ値にかけるのは市場平均の期待リターンということで、今足元で 8.024%。これが日本株マーケット全体で期待されているリターンです。そしてもう一つリスクフリーレートとして国債、10年債の利回り。ざっくりとですね、0.5% と設定します。これと各銘柄のベータ値を用いることによって株主資本コストがそれぞれの銘柄で算出されますね。ところでベータ値の高い銘柄、5銘柄上から並べていますが、業種ご覧いただきますと、半導体、自動車と非常にシクリカル、景気敏感な銘柄が並んでいます。逆にですね、ベータ値の低い銘柄をご覧いただきますと、こちら、食料品あるいは生活必需品といったところが目につくということで、ディフェンシブな銘柄というのがお分かりいただけると思います。まず、ベータ値、あるいは業種、銘柄ごとのリスクというのを平均したものをご覧いただきますと、こちら、ベータ値が高いものから順番に
並べますと、半導体、自動車、保険、この順番で並びます。例えば上2つ、半導体と自動車、ベータ値としては 1.27 と 1.21 で非常に平均値高いですけれども、一方でその業種が市場全体と同じ方向に動きやすいのか、あるいは反対方向に暴れやすいのかというのを加味したのがインダストリーリスク。これは自動車が圧倒的に小さい数字になっています。また PBR や ROE ご覧いただきますと、今度は半導体の方が非常に大きい数字になっていて優位性を持っていますね。自動車関連の銘柄は PBR 平均でも 0.7 倍とかなり過小評価されていて ROE に至っては 5.4% と。ただこれが低いか高いかというのは一律の基準 8% と比較するのではなく、それぞれの銘柄が持つ株主資本コストを加味するというわけですね。逆にベータ値の低い業種をご覧いただきますと、食料品あるいは家庭用品、生活必需品といった並びになってきます。ベータ値は低いですけれども PBR や ROE ご覧いただきますと、ほとんどの業種で先ほどの自動車関連の平均値より上回っていると。このあたりのデータの齟齬をご覧いただいても、ベータ値を加味した株主資本コストで銘柄評価することが足元あるいは今後のマーケットにおいて注目を集めてくるんではないかと考えられる根拠になるわけです。それでは具体的に各銘柄で株主資本コスト、そしてエクイティスプレッドを計算して、エクイティスプレッドの高い銘柄から順に並べたものがこちらになります。一番上日本通信は ROE71% となっていますが、株主資本コスト 6% 弱となっていて、エクイティスプレッドは引き算して 65.5% となっています。ご覧のような銘柄、単純に計算式で当てはめると ROE がそもそも絶対的に大きいので、株主資本コスト、これと比較することもなく、今年度に関しては非常に企業の収益性が高いということになっていますので、このままだとあまりエクイティスプレッドの計算による恩恵が見受けられないわけですね。ただ、昨今 SNS 界隈で話題の銘柄、例えばエニーカラーであったり、三井松島ホールディングス、また大型株ながら日々のボラティリティが非常に高いレーザーテックということで、株主資本コストをどれくらい ROE が超えてくるかというのは SNS で幅を利かしているようなとあるインフルエンサーも気にしているところのようですね。ただ、そのインフルエンサーがすごいというわけではなく、単純に相場の注目が株主資本コストというテーマに当たってきているというだけですので、皆さんもそういった人間を信望するのではなく、機関投資家あるいは相場がどこに目を向いているのかというのを把握していれば、誰でもこういった銘柄をピックアップすることは可能なわけです。例えば業種ごとにご覧いただきますと、まず資本財、上から3つですね。三井松島ホールディングスと住石ホールディングス、そして最近非常に堅調な動きをしている野村マイクロサイエンス。こういった話題性の高い銘柄というのが業種の中でも上位に来ている。一方で下半分の7銘柄、こちらに関しては株主の期待を大きく下回ってしまう収益性になってしまっています。さて先ほど両極端、非常に大きいエクイティスプレッドあるいは小さいもの同士で比較してもあまり恩恵が得られない。ではどのような時に投資判断の役に立つのか。半導体の業種でご覧いただきますとこちら。株が非常に堅調な銘柄はやはりエクイティスプレッドも業種の中で非常にダントツに大きい。ただ下半分の銘柄。こちらエクイティスプレッドがゼロ近辺の際どい銘柄をピックアップしていますが、例えばですね、ROE ご覧いただきますと、ロームの 7% を除いて、他の6銘柄はすべて 8% を超えている一律基準であれば合格点な銘柄たちです。しかしそれぞれの株主資本コスト、これを加味した上で企業の付加価値エクイティスプレッドというのを見てみるとすべてマイナスの値になってくる。つまり株主の期待リターンにわずかに届いていない銘柄たちが多いということになります。例えば今指を指している新興電気工業 ROE は 10.64% ですので、その2つ上 ROE8% のインターアクションよりも数字としては 2% 以上上回っています。しかし株主資本コストを加味するとエクイティスプレッドというのが逆転するわけですね。インターアクションの方がわずかに高い数値になってくる。この2つからどちらかを変えと言われれば ROE 基準なのかエクイティスプレッド基準なのかで判断が分かれてくるということになります。そして2024年は株主資本コストを加味してエクイティスプレッドの基準で判断しましょうというような潮流になってくるというご紹介でした。最後に少しだけ統計値をご紹介しますと、エクイティスプレッドが株価のリターンにどれくらい寄与しているのか、5分位に分けてエクイティスプレッドの高い銘柄群、あるいは低い銘柄群、これを比較すると、最も低い銘柄群は平均リターンは非常に小さくなっていて、
ボラティリティは年率換算でこれくらい。そしてシャープレシオというのはリターンをリスクで割った投資効率を表す指標ですけれども、こちらもマイナスと。一方で、エクイティスプレッドが高い銘柄群ですと、平均リターンは非常に高くなっていて、株価の変動、リスクも先ほどの劣後する分より抑制されている。ということで、シャープレシオは非常に大きな数値になっていると。ピーチというのは統計上優位性を表すものですけれども、非常にエクイティスプレッドが株価のリターンに寄与していることを示しています。本来はこちらの統計と ROE の統計を差し引くことで株主資本コストにどれくらいの判断材料としての価値があるのかわかるんですけれども、それはまた年が明けてから深掘りしていきたいと思います。ということで今回は2024年の投資テーマ一つ目として ROE 基準だけではなく資本コストを意識した企業の収益性評価をしましょうというテーマでお話ししました。それぞれの回で行ったデータ分析を最後3番目でまとめて理想的な銘柄というのをピックアップしますので、今回の分析結果は一旦残しておいて、次第2部の動画では株主還元、主に配当について、こちらも一律の基準で配当成功、例えば 40% でいいのか、あるいは配当利回り 3% あればいいのか、5% 欲しいのか、そんな判断基準ではなく、企業それぞれの最適な資本構成というのを加味した上で、その企業の配当数値というのは妥当になっているのかというのを分析していきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、今後のシリーズもお楽しみいただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。